皆さんおはようございます。今日はベトナム縦断の旅の初日第1日目です。記念すべき1日目はホーチミンからブンタオに向かおうと思います。詳しいルートについては後ほど紹介していこうと思います。家を出るときにブレーカーをすでに落として冷蔵庫の中身も空にして旅をする準備万端です。今回初めてバイクに荷物を積んでみたのですが、思った以上に苦戦して3時間ぐらい試行錯誤してました。1回目の荷造りがこんな感じで、リアボックスの上にさらに荷物を重ねて、バイクの後ろだけものすごく高くなってしまいました。このままではバイクのバランスが崩れてバイクが横転してしまうので、別の積み方を試してみました。ちなみに後ろの荷物は全部キャンプ関連の道具です。仮にキャンプをしない旅であればとても荷物が減ります。ですがキャンプも旅の醍醐味なので頑張って持っていきます。2回目の荷造りがこんな感じで、バイクのリアボックスを取ってみました。これでも高く感じますが、1回目よりはまだマシかなということでテスト運転してみて走れそうだったので、ワクワクな気持ちを持ってこれからの旅にレッツゴーと、その前に近くのお店で昼食をとります。荷造りが思った以上に大変で、旅をする前からヘトヘトになってしまいました。サービスでデザートが先に出てきましたのでありがたくいただきます。これはココナッツゼリーです。透明なココナッツウォーターと白い部分はココナッツの果実を固めたものです。自然な甘さでひんやりしていて、暑いベトナムにはぴったりのデザートです。お店の中はこんな感じ。カフェみたいな雰囲気です。今日のお昼はブンモックという麺料理を頼みました。こんな感じです。ブンモックはあっさりなスープで肉団子が入っているのが特徴的です。ブンモックにはその他にバナナの花、ネギ、もやしなどが入っています。この白くて細い麺はブンといい、つるんとした口当たりが特徴的です。ブンはもち米からできており、ベトナムではよく食べられています。さておき、ブンモックはあっさりで優しい味なので、食欲がない日や疲れた日にもおすすめです。これが肉団子です。豚肉やキクラゲなどからできています。パクッと何個でも食べれちゃうぐらい美味しいです。これはゴーヤの肉詰めです。今回はバイク旅なので、事前にホーチミン市内でガソリンを満タンにしておきます。この時のガソリンは1リットル23,920ドンぐらいでした。現在のレートで146円ぐらいです。今回は2リットル近く入れました。普段この道はコンテナを積んでるトラックが多いので、夜などはバイクを運転しないように気をつけています。今の時間帯はバイクが少ない方だと思います。それではブンタオに向かいます。ホーチミンからブンタオまではおよそ 100km ほどです。通常ホーチミンからブンタオへ行く手段として1区から高速船に乗るのが有名です。高速船では外国人観光客も多く利用しています。ただしこの方法ではバイクは持ち込めません。また別の方法では国道51号線沿いに走る方法もありますが、ベトナムの国道は埃っぽくて空気が悪いので、なるべく国道を走るルートは避けます。今回はフェリーを2回乗り継いでホーチミン、カンゾウ、ブンタオの順に向かおうと思います。とそうこうしている間に1回目のフェリーターミナルに到着しました。行き先はホーチミンからカンゾウです。料金はバイク1人乗りだと4500ドン、バイク2人乗りだと6500ドン、
徒歩だとたった2000ドンです。ちなみにお釣りで端数の500ドン札がもらえますが、今のベトナムでは500ドン札を使える場所があまりありません。ほとんどの料金は1000ドン単位です。逆に日本では1円玉でも使えるのですごいなぁと感心します。今フェリーに乗り込んでいますが、ここで問題が発生してフェリーのスロープが下がりきっていないので、みんな立ち往生しています。スタッフが今下げてくれようとしています。こういうのもベトナムっぽくて楽しいですね。1回目のフェリーの所要時間は5分ほどなのであっという間に着きます。ここのフェリーは1日の運航回数が多くて、ここのスタッフによると夜もフェリーを運航しているそうです。関蔵に到着しました。フェリーから降ります。私はフェリーに乗ることが多いです。というのもフェリーは特に身分証の提示などがなく、気軽に乗ることができるからです。またフェリーだとバイクを持ち込めるし、高速船よりフェリーの方がはるかに料金が安いからです。今回はベトナム縦断の長旅を想定しているので、基本的にはドローカルの超節約旅をします。リゾートやレストランなど高級そうなところにはあまり行かないので、あらかじめご了承ください。ここ関蔵地区はホーチミン市中心部から離れていますが、一応ホーチミン市に属します。ベトナム戦争の名残があるクチトンネルがあるクチ県と似たような感覚です。もしホーチミンから行く場合、目的が海水浴ではなくシーフードを食べることであれば、断然ブンタオより関蔵の方がおすすめです。関蔵の方がシーフードが新鮮で値段が安いからです。関蔵のビーチは水がそこまでということもあり、海水浴というよりは潮干狩りがメインです。関蔵の地元の人によると、アクティビティとして参加する場合は潮干狩りは土日に開催されることが多いようです。一方でブンタオの方は観光客が多くにぎわっていて、海水浴をしている人も多いので、お好みで旅行先を決めていただければと思います。ちなみに私の場合はベトナムに来たばかりの時はブンタオに遊びに行くことが多かったのですが、ベトナムに慣れてからは関蔵の方に行くことが多くなりました。さて、フェリーから降りた後はこのルンサック通りをひたすら走ります。ルンサック通りはフェリーターミナルから関蔵のビーチ近くまで続く主要道路で、長さは 36.5km もあります。道路の前半には住宅やお店などがありますが、道路の中盤からはマングローブ林が並んでいます。道路の左右にはマングローブ林がそびえ立つので、とても空気がきれいです。またルンサック通りは人も少なく、風もあって涼しいし、道路も広くてきれいなのでツーリングにはもってこいです。ホーチミンだと渋滞だらけでツーリングどころではないですね。ただしルンサック通りの周りには街灯がなく、マングローブ以外本当に何もないので、夕方以降の走行は危ないので控えています。この道路では携帯の電波が生きているので、まだ安心な気はしています。関蔵地区ではビーチの他にモンキーアイランドが有名です。直接お猿さんと触れ合うことができます。関蔵へ観光する方はこの2カ所に遊びに行くことが多いと思います。ここの道に植えられている木は木の根元から一定の高さまで白く塗られています。これには様々な説があるそうです。一つ目の説には、この道には街灯がないので、夜車やバイクを運転する際にこの木を目立たせるためというのがあります。その他には植物を夏の暑さから守るという説もあります。一日の気温差が大きいと樹皮が裂け、木にダメージを与える可能性があるため、木の日焼け防止
という役割があります。またこの白い塗料はペンキではなく石灰が主成分で、これらを樹皮に塗ることで昆虫の産卵を避けているそうです。おっと、2回目のフェリーに到着しました。関蔵からブンタオへ行くフェリーです。1回目のフェリーと大きく異なるのは料金と時間帯です。料金はバイク1台5万ドン、1人につき7万ドンです。今回はバイク1台で2人乗りなので合計で19万ドンです。気持ち割高ですが、トータルで見ると高速船より安いかなって感じです。所要時間は25分ぐらいで、フェリーの上でのんびりできます。運航スケジュールは1回目のフェリーは夜でも運航していますが、2回目のフェリーは夕方4時のが最終便で、しかも1時間に1本のみの運航です。今回はたまたま待機時間なしでフェリーに乗れました。バイクから降りてフェリーの中を散策します。夕焼けが水面に反射してなんだか心が休まりますね。さて、2階にあるデッキに行ってみます。かなり広めのデッキです。他の乗客の方も船からの景色を眺めています。消火用ホースの箱には英語や中国語が記載されています。輸入品なのでしょうか。ベトナムの国旗もちゃんとあります。浮き輪も備え付けでありますが、なんだか硬そうです。本当に使えるのでしょうか。ここは船尾、船の後方部分です。船の後ろから見る水しぶきがなんだかいい感じです。幻想的でずっと眺めてしまいます。ちなみにこのバイクで来ました。ベトナムではバイクにいろんな荷物を積んでいる人を見かけますが、その多くが一人乗りで、この量の荷物でさらに二人乗りはこのベトナムでもめったに見かけないと思います。フェリーの1階にトイレがあります。洋式トイレでハンドシャワーがあり、手洗い場もあるので、ベトナムでは比較的きれいな方と言えるでしょう。フェリー内はすべて自由席なので、どこに座っても大丈夫です。フェリー全体を見渡すとこんな感じです。スタッフ用のハンモックがあります。南国ベトナムらしいです。ここは船首、船の前方部分です。フェリーも後半戦で、もうすぐブンタオに着きます。湾岸都市ということもあり、ブンタオの近くにはたくさんの船が止まっています。ブンタオに着きました。フェリーから降ります。ここで広い道か細い道かどっちを選ぶか迷いました。結局細い道の方を選びましたが、後々考えてみると細い道は徒歩用の道だったかなとも思っています。ベトナムはバイク大国で徒歩する人があまりいないので全く気がつかなかったです。フェリーターミナルからすぐ近くの海鮮の店で買い出しをします。特に安いわけではないのですが、もう夕方でまだ目的地もついていないのでキャンプ用の材料を買っちゃいます。今回はこのカゴのものを買います。エビ4匹とイカ1匹です。また動画を撮るのを忘れてしまいましたが、小さなカニ2匹も買いました。ブンタオはかつてフランス植民地時代に栄えた町で、現在は海辺のリゾート地として人気があります。ホーチミンから近いこともあり、週末は日帰り旅行や一泊する人でにぎわっています。ブンタオで観光地としてにぎわっているところはフロントビーチとバックビーチ、ナイトマーケットです。ナイトマーケットではシーフードなどが売られていますが、明らかにホーチミンより高くてあまりおすすめしません。ここ観光地ではシーフードはもちろんホテルなども値段が少し高めです。また週末はとても混んでいて、ホテル探しも一苦労します。昔ブンタオに遊びに行った時はホテル探しに3時間もかかりました。今回の目的地はブンタオの中心地から少し離れたところのキャンプ場に行きます。普段はホテルやキャンプ場に
事前予約などはせず、実際に見に行ってから泊まるかどうかを決めています。予約はしませんが、事前に電話やチャットなどで料金や場所の詳細、不安要素などを先に聞いておきます。ちょっと小話ですが、事前に聞いた料金と実際に到着してその場で伝えられた料金が異なることがよくあります。特に北部や北西部でこの傾向が大きく見られます。事前に問い合わせた時の料金が正規のローカル料金で、実際に会って伝えられた料金がぼったくり料金というケースが多いです。これはベトナム語を話すベトナム人でも起こりうることです。10分前に問い合わせた時の料金と異なるというのが本当よくあります。その時は、さっき連絡した時はこの料金で言われたよとスタッフに伝えると、元の料金にしてもらえることが多いです。話を戻しまして、例えばこのキャンプの場合は安全面や管理人、セキュリティの有無などを事前に聞きました。ベトナムと日本のキャンプで大きく異なるのは治安や安全面です。この旅の準備段階での話ですが、テントを近くのキャンプ用品で買いました。その時、お店の人とキャンプの話をしていて、ベトナムでは切り裂き盗難事件がよくあると聞きました。さらに、めったに起きるのではなく、あるあるで起きるとおっしゃっていて、そこの店はキャンプ用品のレンタルの事業もしているのですが、お客さんにテントを貸した後、切り裂きにあったテントが返却されることが何件もあるそうです。ネットで調べてみると、盗難の被害に遭った人の経験談が多く記載されており、特に山岳地帯の有名な観光地で多い印象でした。日本でも外に置いてあるキャンプ用品を取られるという話はよく聞きますが、ベトナムでは就寝時のテントの切り裂きの可能性が否めないので、熟睡することは厳禁です。また、安全なキャンプ場を選ぶことも重要です。今から海が見える橋を渡っていきます。ここはベトナム語でも海岸通りと記載されているようです。もう夕方なので夕焼けが見えます。橋の上から夕焼けの海がとても綺麗に見えてきました。ベトナム縦断1日目の夕焼けです。とうとう旅に出てしまったんだなという気持ちをしみじみ感じています。 Google マップに従って細い路地の中に入っていきます。ベトナムではこのような路地に家が立ち並んでいることが多いです。平日の夕方なので大勢の学生たちが帰宅しています。自転車の2人乗りは違法ではないです。むしろ超普通です。バイクの2人乗りも OK なのですから。そうこうしている間に本日のキャンプ場に到着したようです。入り口の門を入ってさらに奥へと進んでいきます。ここで合っているのかちょっと不安ですが、とりあえず奥へ進んでいきます。壁には恐竜などの絵が描かれており、ちょっと可愛いです。やっと受付のところまで着きました。空がまだ明るいうちにキャンプ場に到着してよかったです。スタッフに案内されながらキャンプサイトを実際に見に行っています。地面は砂浜ですぐ近くが海です。私たち以外にお客さんはいなさそうです。キャンプ場自体がかなり広くていい感じだと思います。台車の代わりにこれでキャンプ用品を運んでいきます。なんだかんだ周りが暗くなってしまって、その中でテントとタープの設営をしています。これはタープを設営している時の様子です。タープとはローマ字の A の形をしたキャンプの時に使う屋根です。紐がほどけないようにぐるぐる結んでいます。こうやってぐるぐる巻きにして、その後に石などの重りを置いて固定します。こうやって結ぶことによって強度が上がります。今回初めてのタープの設営でしたが、スタッフも一緒に手伝ってくれました。おかげさまでキャンプ設営ができました。夜の海に向かいます。周りは本当に真っ暗です。
ここの海は水が透き通っていて、とても意外でちょっとびっくりでした。ほら、全然濁っていなくて夜でもよく見えます。ただ朝や昼に青く見えるかは別です。こんな感じで明るく洗いました。今からこれらを焼いていきます。夜のキャンプ場の様子はこんな感じです。これはキャンプ場の飾り付けで明るくなっています。この茶色の三角をしたテントはキャンプ場側が設営したテントです。テント用品がない、もしくはキャンプの知識がない場合は用意されているテントで楽しむのも一つです。ただ自前のテントよりは2倍から4倍ほど値段が変わります。私たちのキャンプサイトはこんな感じです。水を入れたタンクがあって、ランタンも机に置いています。このランタンちょっとレトロな感じでかなりお気に入りです。テントは LED ライトで飾り付けしています。キャンプといえばバーベキューですね。簡単、屋外、楽しいの3拍子です。キャンプ場から借りたバーベキューコンロを使っています。2人だけなのにかなり大きなコンロだなと思っていましたが、材料を並べてみると意外といいサイズでした。本当は家にある七輪を持っていこうとしたのですが、荷物が多すぎて断念しました。もし自分のコンロがあればかなり節約できたと思います。持参してきた鍋にカニと水を入れ、その後茹でて、周りにはエビやイカなどを置いて炭火で焼いていきます。今回は台湾ガザミという種類のカニを購入しました。台湾ガザミは日本の地域によっては青ガニとも呼ばれているそうです。ベトナム語も直訳すると青いカニと呼ばれていて、日本と似ていますね。ベトナムではよく見かけるカニです。このライトもなかなかお気に入りです。夜のキャンプは雰囲気があってとってもいい感じです。イカがこんがりいい感じに焼けたので、食べやすいようにカットしていきます。このイカは大当たりでした。身がプリプリで甘くて、ホーチミン市ではめったに出会えないレベルのイカの美味しさでした。さて、ビールも飲んじゃいます。今回はタイガービールクリスタルです。カニも焼けたので食べてみます。さっきカニを入れた鍋がひっくり返っちゃったので、カニを茹でる方法から焼く方法に変えました。正直味はまあまあって感じです。カニをめったに食べない人からすると美味しい分類に入ると思います。身は小ぶりですが、中にはカニ味噌もしっかりあります。冷めないうちに食べちゃいます。熱々の時のカニが一番美味しいです。今開けてみますね。ほら、こんな感じです。テントの中はこんな感じです。初めてのキャンプでドキドキしています。2日目の朝は次の動画でお会いしましょう。それではおやすみなさい。ベトライフキャンパスから皆さんにお知らせです。私たちはベトナム語の翻訳、通訳やホーチミン市内でのお部屋探しのお手伝い、賃貸物件のご紹介などをしています。何かお手伝いできるお仕事がございましたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。